まこなこです。今回はゼノブレイド3が売れてない理由、それはゼノブレイド2のせいなのかということをテーマに解説をやっていきたいと思います。また、ゼノブレイド3今後のダウンロードコンテンツの話であったりとか、ゼノブレイド4は出ないというようなそうした話もしていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。まず今回の動画、このような動画普段上げないんですが、以前動画でゼノブレイドシリーズ全体の評価レビューというものを上げて、3は2と比べて大きく売り上げが下がったという話をその時にしました。その時に、ゼノブレイド2は250万本以上売れた。だがゼノブレイド3はその時に公表されていた数字、170万本しか売れていない。これ、売れてない理由はゼノブレイド2の内容によるものではないかということを述べたのですが、その際のコメントに、何年も積み重ねた数字と2ヶ月間のみの170万本という数字、それの比較はどうなのかというようなのがコメントで指摘ありました。この時なぜこのような発言したのかも含めて今回いろいろと述べていきます。まず、今現在発表されている数字、いくつかは任天堂の公式の数字、もう一つそれ以外の数字もあります。まず任天堂の公式の数字だけ見ていきましょう。ゼノブレイド2は131万本。日本だと31万本。これは2018年3月の時点。多分ですが任天堂が正式に発表した数字はここで止まってるはずです。ゼノブレイドディフィニティブエディション。これは152万本。日本だと34万本。これは2021年3月時点の数字です。そしてゼノブレイド3は直近発表された2022年12月までの段階、そこで181万本、日本だと50万本となってます。ちなみに一つ前の動画で上げた数字、それは172万本、日本では48万本、これは2022年の9月の段階、なので発売から約2ヶ月ぐらいの数字になってます。だがこれ以外の数字として非公式ではあるものの、ある団体が数字を発表します。それは何かというと、ゼノブレイド2、244万本。これは2022年、セサゲーム白書。これで発表された数字。同じくゼノブレイドディフィニティブエディション、168万本。これも同じくセサのゲーム白書、2022年分のものに発表された数字となっています。主にこの数字、本来であれば適切な数字でない可能性があるので、本当にこの数字が正しいかわからないんですが、ちょっと話を進める過程で直近の数字も用いた形で話を進めていきたいので、正しいかどうかわからないものの、一応この数字を使って話を進めていきたいと思います。まずゼノブレイド2が売れた理由から見ていきましょう。これはいろいろと言う人がいます。ゲームが面白かった、アニメ的な表現が良かった、ちょっとエロい描写があるから良かったとか、いろいろと述べていく人いますが、もうこの売れた理由、主に2つなんですね。で、今言ったような理由は全くなくて、まず1つ目、任天堂スイッチが普及したから。2017年12月にゼノブレイド2発売されましたが、もうその時から比べて圧倒的に本体の普及台数が上がっている。そして本体買った際に何かゲーム買おうと思った際にゼノブレイド2を選んだという人が多いかと思います。特に RPG、他に遊べるようなタイトルが限定的だったので、特に昔は。なので、任天堂スイッチ買った際に RPG やろう。ならば今ちょっとゼノブレイド2がいいらしいということで買ったという人がいるんじゃないでしょうか。もう一つ大きな理由、これは2020年からの疫病による影響。これによって多くの人が自宅で何かをするということになったので、その時にゲームを遊ぶ人が多かった。これは各ゲーム会社の決算発表でもそのような説明するメーカーが多いので、明らかにこの2020年からの疫病の影響、自宅で何かをするということが大きく影響している。そこでゲームをするという選択肢を取る人が多かった。その際にゼノブレイド2を遊んでいるという人もね、いたかと思います。大体この疫病の影響で50万本は上乗せされたと思いますので、そのあたりもゼノブレイド2が売れた理由となってます。他にも何か小さな理由をたくさん述べる人いるかと思いますが、多分そこら辺はあまり大きな影響がない。当然ゲームそのものがつまらなければ買われないっていうものもありますけれども、もともとゼノブレイドシリーズが人気のあるシリーズであったことということもありますので、まだゲームもそこまでつまらないわけではないので、ここら辺の影響は取り除いて、普通に一定以上のクオリティで、なおかつ今言った2つの大きな理由、これがあったから売れたとなってます。ではゼノブレイド3が売れなかった理由、
まず、この170万本であったりとか、180万本が売れてるか売れてないかという理由はちょっと除いて、ゼノブレイド2より売れてないという理由、これ述べていきたいと思います。ゼノブレイド2をまずつまらないと判断したからというのが大きいかと思います。決してゼノブレイド3がつまらないからということではないこと。これが大きい。250万のプレイヤーのうち、当然これ以外に中古等で買っている人もいるので、ユーザー数はもっと多いはずですけれども、それらのうち4分の1はゼノブレイド2で不満足だった。で、2の影響がなぜ3に出るのか。それは他のゲームでも類似例が多いので、他のゲームを例に紹介していきたいと思います。ファイナルファンタジーという RPG シリーズがあります。昔は人気のあったシリーズです。FF7 発売されて人気をすごく集めました。そして FF8 が発売され、これが確か日本で歴代1位の売れ行きとなっているはずです。これはリメイクとか含まずの数字です。だがその後、この FF シリーズは売れなくなりました。これはどういうことかというと、FF7 が面白かったので、FF8 に期待し、多くの人が購入した。だが、その FF8 がつまらなかったと思った人が多かったので、その結果、FF9 が売れなくなったとなってます。他にも当時のゲーム業界の事情、プレイステーション自体が終わりに近づいていたなども理由として挙げられますが、そうしたことを除いても、明らかに FF8 が足を引っ張っていた。決して FF9 の品質が悪かったわけではなく、あくまでも一つ前のタイトルの評価が次につながっているということです。なぜかと思うかもしれませんが、一つ前が面白いと、次も面白いと思って買う人が増える。だが一つ前がつまらないと、次もつまらないだろうということで買わない人が増えてしまう。決してそのタイトルの良し悪しで売れ行きが変わるわけではない。当然のことで、そのタイトルが面白いかどうかは買わなければわからないので、その面白さを判断する材料がそもそもないとなります。これはもうシリーズものの宿命のようなもので、単体では評価されない。あくまで一つ前の評価が次の販売本数に大きく影響を及ぼす。そしてこれは初動。主に発売から数週間のうち、ここの数字に大きく現れます。その結果が170万本だった。これは評価レビューを述べた際に、170万本ではその少ないという判断で私は述べてました。これはなぜそういうふうに考えたかというと、初動に集中する可能性がすごく高かったので、その後の伸び率は限定的になる可能性があるだろうということで、ゼノブレイド2は250万本だった。だがゼノブレイド3は170万本だった。これはたった2ヶ月であるものの、これではちょっと足らないんじゃないかっていうような、そういう判断で、その評価レビューの際では述べてました。これは最初の方に言ったように、任天堂スイッチ、これがもう完全に普及しきっていること。また、日本は7月下旬に発売されて、その後もう夏休みに入っているので、夏休みでゲームを遊ぶことが可能なため、RPG のように長く遊ぶものは売れやすいだろうというまず前提があり、また海外もシーズンの切り替わり時期でもあるので、一番遊びやすい時期、そこで発売されたので、そこで売れないとなると、なかなかあとは厳しいんじゃないかという判断も働いています。あとは疫病の影響が収まって、そこまで自宅でゲームをやるっていうような状況でもなくなるだろうという判断も加わってます。一応このあたりを加味してその評価レビューの際では170万本だと伸びないんじゃないかという判断してます。初動はそれでも170万本は多い方だと思います。だが2022年12月期、ここではたった9万本しか上乗せされなかった。もうこの後伸びる可能性は限定的かなと思います。その結果180万本という数字になってますが、少なくとも2作目を超えるのは難しいのだと思います。売れる可能性があるとすれば、シーズンパスで過去作のキャラが出てくれば多少なりとも売れるかなという気がします。またシーズンパスを出すごとに任天堂ダイレクトで紹介されますので、そこでこのゲームをまた知ってもらって買おうという人が出るのであれば、もしかしたら数字の上乗せがあるかもしれません。今この動画撮影しているのが2023年2月8日、9日に任天堂ダイレクトが来ますので、そこでシーズンパスの第3弾の発表がある。その際にもしかしたら過去作のキャラクターが出てくるかもしれない。もしくはそうでないかもしれない。だが仮に過去作のキャラクターがそこで出たとしても、過去作のキャラクターに魅力を感じている人はすでに買ってる可能性も高いんですよね。初動の段階で買ってる可能性がある。なぜならば過去面白いと思ったんであれば最新作も買う可能性が高いので、となると単純にすでにもうゼノブレイド2をプレイして買わないという選択肢をした人には、たとえ過去作のキャラクターが出たとしてもあまり響かない。なのでシーズンパスでそうしたものが来ても、どこまで数字の上乗せ売り上げに響くかというのは限定的なのかなと思います。だが
任天堂ダイレクトでそういう紹介があることによって、こういうゲームがあるんだということを知ってもらう、また機会にもなりますので、そうした部分でのプラスは当然あります。あと最終的に可能性があるとしたら、セールをするかどうか、安売りするかどうか。任天堂はあまりセールをしないので、このあたりは期待できないんですが、もし 50% オフとか、そこまで落とせるのであれば、販売本数を増やす施策をするのであれば、販売本数は伸びると思います。だからこのあたりはもう任天堂の売り方次第、あまり値段を大きく下げるような売り方はしないので、だから 50% オフまでいけば可能性としては十分あるかと思います。今回180万本ぐらい。だが、もしかしたらそもそもゼノブレイドは本来であれば200万本前後が上限なのかなっていう、そのような気もします。この10月12月の間に30万本ぐらい上乗せがあればゼノブレイド2を超えられるかなと思ったんですが、たったの9万本となってしまった。今の段階だと200万本とかそれぐらいになってしまうのではないかなと思います。だが、ゼノブレイド、このシリーズそのものが本来であれば200万本前後ぐらいが上限だったという見方もできます。疫病の影響でゼノブレイド2がその間に遊ばれて50万本ぐらい上乗せされたので、それを取り除くんであれば、やはり200万本ぐらい。なので、もしかしたらもう上限にはちゃんと近づいている。買う人が買って一服となってしまっている。その可能性もありますので、この200万本、他の大手のメーカーのタイトル、例えば FF15 だと1000万本売れてるとか、そうしたのと比べると少ないものの、任天堂スイッチのみで発売している、他の PC とか、そこでは発売してないタイトル、なおかつ大きなセールもしないで200万本というのは、結構な大きな数字なんじゃないかと思います。もしかしたら今の段階での上限というのがこの200万本ぐらい。この200万本に届きそうであるならば、決してこの180万本という数字は否定的で見るような数字ではないかもしれません。さて、今後、ゼノブレイド4が出るのかみたいな話もあるかと思いますが、私はもう出ないんじゃないかなと。単純に1から3でストーリーがなんか完結したような感じになっているというものもあるんですが、それ以上にもうゼノブレイド4とかやってしまうと、結局2がダメだったから3が売れないみたいな、3がダメだったから4が売れないみたいな、そういうものをどんどん繰り返す羽目になるので、一旦やはり仕切り直しをしないといけないのかなと。また、もうモノリスソフトそのものが、モノリスソフトというブランドをちゃんと抱えることができたので、ゼノブレイドではなくモノリスソフトの新作であるならば、次全く別のタイトル、それが出たとしても、多分売れると思うんですよね。これは、フロムソフトウェア、様々なゲーム、今まで出してきて、そしてフロムソフトウェアというもうブランドを築いた。それによって、全然違うロボット系のゲームが今後出るんですが、多分そちらも今まで以上の売れ行きをそのロボットもののシリーズの中では達成するかと思います。このようにモノリスソフトもゼノブレイドシリーズもしくは過去のゼノシリーズでいろいろ出してきたそのブランドがあるので、そして1作目2作目3作目良いものを出して200万本ぐらい売れる実績を積み上げてきた。これによってもうゼノなんとかというタイトルでなくても売っていけるような、そういうメーカーにはなってるかと思います。なので、メーカー側がこのゼノなんとかにこだわらないんであるならば、もう完全新規のゼノという文字すらも消した何かを出していっていくのが一番いいのかなと。仮にゼノなんとかというタイトルつけるにしても、少なくともゼノブレイド4は出さないんじゃないかと。出す必要性ももうないですし、今後数字を積み重ねるごとにもうやらないという選択肢をした過去の人がやはり買わないという選択肢を取ってしまうので、やるならば完全新規かなと。そもそもこの3発売されて買って数日後にメーカーからメールが届くんですよね。で、そこでプロデューサー、過去作がっつり関わってきたプロデューサーがもう私はここでおしまいですと、次の世代になんかうんぬんかんぬんみたいな感じのことを言ってたので、それもあるので、ゼノブレイド4ではなく完全新規何か今後また出てくるのではないかと、そのあたりも期待しておきたいと思います。そしてそれが200万本以上の安定したタイトルになるんであれば、それは何よりかなと思います。以上です。本来であればこんな動画上げないんですが、たまたま決算発表あったのと、評価レビューで言った内容の補足的な説明も兼ねて、今回販売本数に関して語ってみました。200万本が少ないと見るか、多いと見るか、
いかんせん他の大手がもうどんどん数字を伸ばしているので、一見少なく見えるものの、かなり高い価格で売っていてもこの本数売れてるってことは、やはりすごいことなのかなと思います。個人的にもゼノブレイド3面白かったので、もし興味がある人はね、ぜひとも自らで体験してみてください。ではでは。